見てください、この溢れ出す肉汁。北海道が誇るブランド和牛白老牛がなんと食べ放題。今日ご紹介するのは北海道白老町にあるリブマックスリゾートポポイ白老温泉です。ここはもともと福祉施設だった建物をリニューアルしたホテル。正直温泉設備が故障中で今は若し湯というデメリットはあります。それでもそれを補ってあまりある食の感動が待っていました。しかも1泊2食付きで1人当たりおよそ8000円。道民でもこれは安いと感じる、そんな神コスパの宿です。ではホテルの解説は後にして、まずは夕食をご覧ください。夕食は90分制のディナービュッフェ。正直最初に料理を一周した時点でこれは全部食べきれないなと思いました。まず外せないのが白老牛。ステーキはシェフがその場で焼いてくれて、火入れも柔らかさもかなりいい仕上がりです。一口食べてみると本当に柔らかい高級レストランで食べる牛肉という印象です。噛むたびに和牛ならではの甘みが口いっぱいに広がります。これ何回おかわりしてもいいんですか？正直信じられません。さらに白老牛のバラ焼きを贅沢にとろろにくぐらせるスタイルやジンギスカンまで用意されています。これはもう肉好きにはたまらない内容です。すき焼きや煮込みなど白老牛を使った料理が何種類もあって、どれを取るかで完全に迷います。正直なところ、ここで白老牛だけ食べて終わってももう十分元は取れていると思います。ただそれ以外の料理も手を抜いていません。海鮮は刺身に寿司、イクラもたっぷり。北海道らしさはしっかりあります。天ぷらや洋食系、中華メニューまで揃っていて、ビュッフェとしては幅もかなり広い。ここで一つ、これから来る方へのちょっとしたコツです。できるだけ多くの料理を楽しみたい方は、朝食でも一部かぶる料理がありますので、ここでは無理をしすぎないのがおすすめ。朝食は動画の後半でしっかりご紹介します。夕食は白老牛やこの時間でしか食べられない料理を中心に、それが一番満足度が高いと思います。それと白老牛の存在感に隠れがちですが、この辺りはスケソウダラの水揚げで知られる地域。古城浜たらこは全国的にも有名な名産品です。実は博多の有名な明太子メーカーも古城浜産のたらこを使っています。九州旅行のお土産で
明太子を食べた時に、あれ、これ古城浜だと気づいた時にはちょっと嬉しくなりました。フルーツにイチゴが用意されているのも個人的にはポイント高いです。デザートも種類が多くて、ケーキにアイス、子供が喜ぶチョコレートファウンテンまであります。正直甘いものまでたどり着けたら、それだけでかなり頑張った方だと思います。夕食を食べ終わった時点で、この宿食事だけでも選ぶ価値あるな、そう感じました。さて、お腹も心も満たされたところで、館内の様子を見ていきましょう。冒頭でお話した通り、ここはもともと福祉施設だった建物をリニューアルしたホテルです。正直ラグジュアリーなリゾートという感じではありませんが、あえて設備にお金をかけすぎないことで、圧倒的な食事への全振りが実現できているのだとしたら、納得の企業努力ですよね。まず感じたのが館内全体の作り。館内を歩いていても手すりが多く設置されていたりして、どこか余裕のある作り。実際に歩いてみると、これがかなり快適なんですよね。施設自体はかなり大きいんですが、お客さんをぎゅうぎゅうに詰め込んでいる感じはしなくて、不思議と混雑をほとんど感じません。お風呂も広くてのびのび使えますが、現在は温泉設備の不具合により、お湯は沸かし湯での営業となっています。ここは正直にお伝えしておくと、温泉目当ての方には少しだけ残念ポイントかもしれません。ただ浴場自体はとても広くてゆったり入れる印象でした。お部屋に関しても収納がしっかり確保されていて、荷物をしまえばすっきり過ごせます。もともと福祉施設だったことを考えると、この使いやすさはかなり納得ですね。それでいて清掃もきちんと行き届いていて、全体的にとても清潔感があります。古さを感じる部分はありますが、不快に感じることはありませんでした。アメニティも必要なものは一通り揃っていて、想像していた以上に充実しています。さらに男性専用のカプセルタイプの客室も用意されていて、北海道ツーリングのライダーさんや移動途中の宿泊にも便利そう。そして愛犬と一緒に泊まれる宿を探している方には朗報です。このホテル、愛犬同伴 OK の客室が用意されています。北海道旅行で食事も妥協したくないし、でもペット可だと選択肢が限られる。そんな方にはかなり貴重な存在ですね。さて、ここで翌朝ということで、朝食ビュッフェ行ってみましょう。まずはフレンチトースト。これはもう正直朝から幸せです。外はほんのり香ばしくて、中はふわふわ。デザート感覚でもいけちゃいます。オムレツも中がトロットロ。焼き加減がちょうどよくて、朝からレベル高いなと感じました。そしてやっぱりやっちゃいますよね。朝から海鮮丼。北海道らしさ全開です。そんな中で地味に嬉しかったのが豚汁。
さらにカレーも普通に美味しいんですが、ここで欲が出てしまいまして、カツをトッピングして朝からカツカレー。結果、この罪悪感。見た目は完全に茶色いプレートになりましたが、味は間違いありません。そして最後に改めて嬉しかったのがフルーツ。特にイチゴがあるのはポイント高いですね。朝食でちゃんとしたフルーツが楽しめると満足感がぐっと上がります。アイスもコンプリートして大満足です。リブマックスリゾートウポポイ白老温泉。正直建物や設備に古さを感じる部分はありますし、温泉が若し湯という弱点もあります。でもそれを圧倒的な食のパワーと驚くほどのコストパフォーマンスで全部ひっくり返してくる、そんな潔さのあるホテルでした。白老牛を心ゆくまで堪能して、朝から海鮮丼。観光の拠点としてはもちろん、ライダーの方やとにかく美味しいものを安くお腹いっぱい食べたい、そんな道民の方にも自信を持っておすすめできる一軒です。白老に来る際はぜひこの食の衝撃を体験してみてください。北海道にはまだまだ派手じゃないけど行ってみると満足度が高い宿がたくさんあります。このチャンネルでは道民目線で見つけたそんな場所やグルメをこれからも紹介していきます。動画が良かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。